皆さん、こんにちは。今日は夏目漱石の名作「夢十夜」から第6夜をお届けしたいと思います。今回の物語には時代を超えた驚きと美しい描写が散りばめられており、読んでいくうちにこれは一体どういうことなのかと思わず引き込まれることでしょう。物語の舞台は鎌倉時代の彫刻家運慶が実際に仁王像を彫っている現場です。なんとその姿を明治時代の人々が目の当たりにしているんですね。彼らが運慶の仕事ぶりを見守り、あれこれと思いを巡らせる様子はまるで私たち自身もその場に立っているかのように感じさせます。運慶が彫る仁王像はどんな姿なのか、そして物語の中で明らかになる真実とは。さあ、それでは一緒に漱石の夢の世界へ足を踏み入れてみましょう。運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいるという評判だから、散歩ながら行ってみると、自分より先にもう大勢集まって、しきりに下馬評をやっていた。山門の全5、6軒のところには、大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のイラカを隠して、遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに照り合って見事に見える。その上、松の位置が良い。門の左の端を目障りにならないように、斜めに切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが見ている者は、みんな自分と同じく、明治の人間である。その中でも車夫が一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているにそういない。大きなもんだなぁ、と言っている。人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろう、とも言っている。そうかと思うと、へえ、仁王だね。今でも仁王を彫るのかね。へえ、そうかね。私はまた仁王はみんな古いのばかりかと思ってた、と言った男がある。どうも強そうですね。なんだって得ますぜ。昔から誰が強いって、仁王ほど強い人はないって言いますぜ。何でも大和武の命よりも強いんだってからね。と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって、帽子をかぶらずにいた。よほど無教育な男と見える。運慶は見物人の評判には一切頓着なくのみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って、仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、周防だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。ワイワイ言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながら、やはり立って見ていた。しかし運慶の方では不思議とも期待ともとんと感じえない様子で、一生懸命に彫っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が、自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ仁王と我とあるのみという態度だ。あっぱれだと言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、あののみと土の使い方を見たまえ。大自在の妙境に達している、と言った。運慶は、今太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの刃を縦に返すや否やはすに、上から土を打ち下ろした。硬い木を一と刻みに削って、
厚い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら、小花のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その刀の入れ方がいかにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を挟んでおらんように見えた。よく無造作にのみを使って思うような眉や鼻ができるものだなと自分はあんまり感心したから独り言のように言った。するとさっきの若い男が「何？あれは眉や鼻をのみで作るんじゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋まっているのをのみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから決して間違うはずはない」と言った。自分はこの時初めて彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出した。それで急に自分も仁王が彫ってみたくなったから、見物をやめて早速家へ帰った。道具箱からのみと金槌を持ち出して、裏へ出てみると、先だっての暴風で倒れた樫を焚き木にするつもりで、小引きに引かせた手頃なやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで、勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして、仁王は見当たらなかった。その次のにも運悪く掘り当てることができなかった。3番目のにも仁王はいなかった。自分は積んである焚き木を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が今日まで生きている理由もほぼわかった。物語を読み終えた今、木の中に仁王が埋まっているという運慶の想像への姿勢には、私たちが現実をどのように認識し、想像と向き合うのかという非常に根源的な問いが含まれています。ミケランジェロの彫刻アトラスでは、男性の姿が石から生まれてくるような錯覚を覚えますが、像は石の中にすでに存在しているという概念は実際の形をもってここに存在しています。これから考えられるのは、芸術家の創造のプロセスは無から何かを作り出すのではなく、すでに存在するものを発見し解放する行為であると言えます。しかしこの物語では、主人公が明治の木から仁王を掘り出そうとしても見つけることができません。これは創造が時代や環境に深く結びついていることを示唆しています。運慶の時代には木の中に仁王が確かに埋まっていたかもしれませんが、明治という異なる時代にはそれにふさわしい像は見つからないのです。これは時代の変化とともに、私たちがかつて持っていた価値観や精神性にアクセスできなくなってしまうことを象徴しているのかもしれません。さらに、木の中に仁王がいるという考え方は、プラトンのイデア論を思い起こさせます。物質世界にはすでに完璧な形、イデアが存在し、芸術家はそれを発見して形にしているに過ぎないという考えです。運慶の彫刻も単に木を削る行為ではなく、その木の中に潜んでいるイデアを掘り出しているのです。ところが明治の木には仁王がいない。このことは時代が変わることで、私たちが失ったものや、もはや現代では見ることができない価値観の喪失を示唆しているのかもしれません。かつて鎌倉時代に存在した精神性や象徴が、明治という新しい時代の中ではもはや存在していないのです。とはいえ、創造の行為そのものは決して消えることはありません。
時代が変わる中で形を変えながら続いていくものであり、明治の木には仁王は見当たらなかったものの、もしかしたら別の像が現代に埋まっているのかもしれません。私たちもまた自分たちの時代にうずもれた何かを見つけ出し、掘り出そうとしているのかもしれないのです。こうして漱石の夢の世界は現実と夢の境界を曖昧にしながら、時代を超えて普遍的なテーマを私たちに問いかけています。私たちが今生きる時代においてどのような仁王を見つけ掘り出すべきなのか、それはまさに私たち一人一人が向き合うべき問いなのかもしれません。それではまた次の物語でお会いしましょう。